皆さんこんばんは。フォーラム8プレゼンツ玉木のスポーツジャーナリズムの時間がやってまいりました。MC のスポーツライター小崎です。このチャンネルはスポーツ文化評論家玉木正之が送る既存メディアとは異なる視点でスポーツの真の問題点を取り上げ考える番組です。コメンテーターの玉木正之さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。今日は強いサッカー、日本サッカはい。ーですね。はい。ワールドカップ優勝への道を、本気で探ってみようというはい。ので、スポーツジャーナリストの大隅良之さんと後藤武夫さんに来はい。ていただいています。それはすぐに話し始めたいんですが、その前に、ちょっはい。と一つお知らせがありまして、はい。我々の番組にも出ていただいている木村幸彦さん、はい。木村幸彦さんが今もこの本出されたんですよね、以前に。はい。争うは本意ならねどという。これは一番最初にフロンターレに入ったガナハ選手ではい。すね。ガナハ選手が今40歳を超えて、沖縄 SV で、活躍うん。されてますが、あの、これ、ガナハ選手が、大活躍して日本代表にも入ろうかという時に、ドーピング疑惑をかけらはい。はい。れて、それはい。でいろいろ問題が起こったんですね。それをガナハ選手が自分で解決して、というのは、国際のスポーツ仲裁裁判所はい。に1000万円も自費でかけて自分の無罪を証明したといううん。ところまであるんですけれども、まだその時の J リーグからの謝罪っていうのがまだないというこうん。とで、木村幸彦さんがみんなにこれを知っておいてほしいということを盛んに言っておられます。これはうん。中に大隅さんが書かれた、東京新聞に書かれたガナハがドーピング疑惑をかけられた時の記事なんかも出ていますんで、皆さんも読んでみてください。それで、木村さんがこの本をはい。無料で、集英社のおオンライン、にアップするそうなんで、それもはい。今下に出ていると思いますけれども、はい。そこで、取っときます。皆さんが読めるようにしたそうです。ということで、これだけ、ちょっとお知らせはい。しておきたいと思います。はい。ということで今日は、全日本代表がなんと聖地ウェンブリーで、ワールド杯の優勝候補であるイングランドに、イングランドですね。見事に勝ちましたうね。というこん。とでゲストに来ていただいてます。サッカージャーナリストの大隅良樹さんと後藤武夫さんでは、です。よろしくお願いします。はい、よろしよろしくおくお願いし願いし大隅さん、後藤さます。よろしくおん。願いしはい。ます。大隅さん、素晴らしい試合でしたね。そうですね。よく集中して守りきりましたよね。ああ、うん。そうです1点取られてもおね。かしくないかなと思いましたけど、はい。もう最後まで守備が崩れなかったのは、うん。とっても良かったと思います。1点取られてもおかしくないなと思いながらも、2点、3点も取れたんではないかなんてことも思っうん。たんですけれどあ、も、もちそれは、ろんですね。うん。あ、それそうですか。はありましたけど、はい。まチャンスがあっても全部取り切れないのがサッカーっていう競技ですから、しょうがない。なるほど。はい。これはどうなんですか？点数をつけるとしたら、大隅さん何点ぐらいですか？う日本代ん。表。現時点では70点ぐらいかな。あ、そうですか。うん。そうです。後藤さん、はい。よろしくお願いしはい、まよろしくお願す。いします。いい試合でしたね、後藤さん。そうですね、本当試合運びとしてはもう完璧でしたね。でも、ポゼッションで言いはい。ますと、日本は30%ぐらいしかなくっだかて、ら僕にはね、2つのことが感じたんですね。はい。試合運びとしては日本が完璧で、あの試合なるほど。は間違いなく日本の勝ちゲームだった。ね、さっきもはい。もあったように中村敬斗のあのシュートが入って、2はい。対0で勝ったら完璧だと思うんですけれども、はい。うん。ただ逆に、チーム力としてはやっぱりイングランド強いな、うん。差があるうん。なっていうことも感じましたよね。ああ、うん、それはどのあたりで感じらそれはだっれましたですてもう一か？人一人のボールを持つ力とかね、
はい。力強さとか、あるいはもう極端な高さまで含めてね、やはりイングランドの方が強いのは間違いないなということを感じさせられた一戦でもありますよね。なるほどね。なるほど。大隅さんはそのあたりいかがですか？やっぱり実力まあ、としては、全く同感です。後藤さんにああ、同感。そうですか。ボールを持つ力っていう、まあ、後はい。藤さん表現でしたけど、はい。1対1で、どっちかのチームがボール持って、はい。それで、まあ、奪い合いするわけですけど、体がつはい。はい。いたときに、体がまあ非常に接近したときに、日本が奪った割合が30%ぐらい、相手のボールを奪えた割合もやっぱり30%ぐらいなんですね。おー。つまり、はい。球際で、うん。まあ、完全な劣勢に立っていた。それが、はい。ボール支配率に現れていると思うんですけうど、ん。あの、まあ、あれでは、どの試合も安定して勝てるようにはならない。なるほど。うん。だから、やっうん。ぱ、それだから、で優勝候補っていうのはおこがましいですね。あ、アジアそうですか。の相手とやるとね、日本がこう前からプレスかけていけば、はい。相手はボール奪われちゃうか、あるいはしょうがなくて、ロングボール蹴はい。ってきて、日本がボールを回収うん。するか、で、日本のボールポゼッションが上がっていくんですけどね、日本がプレうん。スをかけても、イングランドの選手は結構楽にそれを剥がしてつないできましたよ。ああ、なるほど。うん。これやっぱりどうなんですか？イングランドのケイン選手とかが出ていたら、こんなには勝てなかっただろうというふうに思われますか？ どうですかね、大隅さん、それはあんまいや、り関係な非いような常にね、気がするけどね。非常にそれは見たかったですけど、うん。はい。守備であれば、うん。まあ、大きな差にはならなかったと思うんですよね。ああ、なるうん。ほどね。まあ、でもそんなこと、うん。そんなことどうぞ。言ったら、こっちも富はい。安を出して、富安はい。が出てたら完璧に抑えましたよって言ってやるよ。そう、そうですね。まあ、そういうことは、その喜び方というものもいろいろだとは思いますけれども、これが、これを、なんて言いますか、ワールドカップにつながる勝利と言ってもいいんでしょうか？大隅さんどうですか？そうですね。イングランドにアウェーで、しかもアウェーで勝った、はい、うん。はい、8万近く入ったウェンブリーで勝っはい。たっていうのはすごく、もう精神的にも大きいし、周りにうん、与える影響も大きいですようん、ね。うん。ですから、まあ、一つ、それが戦いやすくなったのか、逆に戦いにくくなったのか、それはわかりませんけああ、ど、そういう両方の要素があると思いますけど、勝っうん、た自信っていうのは、勝ったのは事実ですから、う自信ん。にはなったと思います。なるほど。勝った自信はついたけれども、その相手により、なんて言いますか、スカウティングされるというか、調べら研究れるというか、されますね。ええ、はい。本気でやってこられるということですよね。これ、そのあたりをこれからクリアするためには、後藤さん、日本には何が必要ですかね？いや、それはもう日本のことを向こうも研究してくるだろうけはい。れども、もう4年前のカタール大会の時には、相手はあんまり日本のことを研究してないっていうか、まあ、半分バカにしてたようなところがあるんはい。ですけどね、それがなくはい。なった。だけど、こっちうん、のチーム力が4年前より間違いなく上がっうん、伸てるんでね、びている。こちらもしっかり研究して、対策立てていけば何も問題ないと思いますよね。なるほど、なるほど。ということどうなんでしょうか、これ。うわー、ワールドカップ優勝がこれでだいぶ現実味が帯びてきたぞーというふうに、言っていいでしょうか、後藤さん。いえ、それは怖いですね。あ、そう思そう。われちゃうのが今、僕が一番怖いんですよ。サッカーあんまりあ、知らない人たちがね、はい、選手たちや監督が優勝って言ってるし、イングランドにもはい。勝ちました。去年はうん、ブラジルにも勝ちました。うん、ね、本当に優勝の可能性がかなりあるんじゃないかっていうようなふうに思われちゃうと、例えうん、ばベスト8で負けた時にね、ああ、やっぱりダメだったなっうて、ん。思われちゃうのはすごく怖いんでね、これはやっぱり優勝っていうのはあくまでも目標なんであってね、現はい。実的に日本が優勝候補だなんていうことはありえないと思いますよ。うん。大隅さんいかがですか？今度の大会48チーム出場で、あの、はい。ノックアウトステージが32チームから始まるんですね。そうですね。ということは、優勝するまで5連勝しなきゃいけないということ。はい。まあ、PK 戦勝ちはあってもいいんですけど、5連はい。勝しなきゃいけないということですね。はい。それを、この、今の時点の日本が言うのはもうちょっともちろん無理がある。う僕は、ん。現実的には、ラウンド32、の勝負がやっぱりすごく日本にとって大きな、
ものになるだろうし、そはい。れに勝ったら、どこまでいけるかっていうことだと思います。うん。ただ、まあ、そのラウンド32からはどう進むかというのは、ちょっと次回にもう少し詳しくはい。聞くことにして、今回イングランド戦とやったときに、日本で、久保とか、それからまあ、南野選手はちょっともう一回復活は無理かなとは思うんですけれども、それが、それから遠藤航選手ですね、がいなかったというのがありますが、後藤さんどうでしょう。この選手たちが加わったらもっと強くなるということが言えるんでしょうか。久保選手はこの間、週末の試合で出場しなかったですけど、ベンはい。チに入りましたね。そうですで、ね。次の試合から出場できるようになりますから、もうこはい。れは間違いなくワールドカップに間に合うん。います。で、今うん。回の場合、2列目っていうのが、堂安、伊藤、三笘、中村敬三笘。斗というのがベストメンうん。バーで、イングランドから点を取った時のメンバーですよね。うん。まあ、非常にスピードがあって、中のレーン、外のレーンをうまく使い分けて、ドリブルを使って見事なカウンターで点を取ったわけですけど、あそこに例はい。えば久保選手がいれば、うん。縦へ縦へというスピードだけじゃなくて、そこでためを作るとかね、かはい。なり変化をつけることができるんでね、う相手も非ん。常に捕まえにくくなる。だはい。からこういう選手を、まあ、時間帯によってどう使い分けるか、相手によってどう使い分けるか、その辺が、はい。森保監督の仕事になりますよね。南野選手ああ。ももちろん、もし間に合ってくれれば、うん。やっぱり非常に攻撃の、こう変化をつけることができますからね。で、な間違いなるほど。く戻ってくれば戦力が上がります。なるほどね。大隅さんいかがですか。その日本で休んでいたというか、出なかった選手いますけれども、遠藤航選手なんかはいなくってももういいのかななんていうような感じも見ていてしいや、たんですが、いかがでしょいなくていい選手はいないですう。よ。ああ、そうか、失礼しました。佐野海舟っていう選手がはい、そうなんですよ。非常にはい。良くて、素晴らしかったですね。もしかしたら例えば全員が同じいいコンディションでいたときに、うん。遠藤はもしかしたらサブに回るかもしれない。でも、はい。遠藤の経験と、それから最後に試合締める力が必うん。要になるかもしれない。あの、なるほど。欲を言えばキリがないですけど、やっぱりはい。できるだけ多くの選手がいいコンディションでいてほしいと思うんですけど、うん。それだけ日本の選手層が厚くなった、うん。ということは、一試合に集中して戦ったら、それうん。で、次の試合はもうボロボロになってるわけではなくて、うまくはい。コンディションを考えながらチームを入れ替えていくことができるっていうことで、チームとしては非常に可能性の高いものになったと思います。可能性の高いものって今の可能性は何の可能性が高くなったということですか。ラウンド32から一つ一つ勝ち上がっていくうん、可能性の高いものになったと思います。なるほどね。一試合勝てばいいんだというのでは終わらないというそうですね。ことはい。ですね。はい。ということは、後藤さん、せめて、優勝とは言いませんが、ベスト8はいけるだろうとか、そういう予想いや、はどうこれはね、なんでしょうか。サッカーっていうのは本当非常に不確定性の高いもので、はい。はい。イングランドと、例えばインはい。グランドと日本が10回試合をしたはい。5勝以上できますかって言ったら、これはやっぱり無理だと思います。なるほど。五分五分よりは、勝つ可能性はすごく、どこ相手でも勝てる可能はい。性はあるんだけども、はい。五分五分とは言えないんですよね。なるほど。そう考えると、やっぱりもう一つ勝ったら成功ですよ。ラなウンドるほどね。32で勝った時点で成功。うん。2つ勝ったら大成功。3ね、つ以上勝ってベスト8まで行っちゃったらもう、天地がひっくり返るぐらいの大成功ですよね。なるほど。だから僕まあ、もいつも言ってんだけど、グループえ、リーグ突破の可能性が80%だとして、はい。残りのノックアウトステージ全部五分五分だとしても、80が40になり、20になり、はい。順位優勝の可能性は2.5しかないんですけどね。はい。これは極めて楽観的な前提に基づいた数字ですからね。だから、一つ上に行って、一つ勝てたら成功だと思います。なるほど。多分、今日は思い切り、いやー、日本強くなったという話にはならないだろうと思ってましたけど、やっぱりなりませんね、なかなか。強くなったんですよ。あ、強くなった強くはなっからそんなたんですね。話でしてるんですよ。強くなったからこういう4年前の話を。カタールの時より間違いなく強くなってますよ。なるほど。わかりましカタールの時は、ドイツとスペインに勝ちましたけど、た。はい。もう本当にもう自分たち弱いです、困っちゃいますっていうような感じの前半をやって、相手が油はい。断したところで後半2点取って勝ってるんですよね。なるほで、ど。もうそういう試合はできないです。
ですよね。ああ、そうですね。うん。それにがっぷり四つで、どうさていくらこっちが進めるかと。死んだふりをしても信じてくれないですよね。あいつらまたやあってるなと思われちゃう。なるほどね。そんな中で、どうなんでしょう。イングランド戦で特に目立った選手っていうのは、後藤さん、やっぱり佐野海舟でしたですか？それとも中村選手かな？まあいろんなポジションでありますけど、やっはい。ぱり三笘がすごく調子良さそうだったなっていうのがね、はい。あそこは三笘が自分でボールを奪って、ドはい。リブルで持ち運んで、中村に綺麗なパスを通して最後にフィニッシュ決めてはい。るんですよね。ちょっと昨シーズンに比べると今シーズンは三笘がちょっと点数が、あまり多くならないし、試合にはい。出ない時期もあったんでね、どうはい。かなと思ってたんですけど、非常に調子良さそうだったんで、心強かったですね。うん。大隅さんはいかがですか？そうですね。僕、このシリーズでやっぱり注目したのは、ゴールキーパーの鈴木大音。ああー、そうです。彼がはい。非常に、良くて、まあ、怪我明けですけど、はい。非常に良くて、万全であるってことはもう、ワールドカップに向けてすごく大きなニュースだと思いますね。なるほどね。大隅さんと後藤さんにはこの番組を長く出ていただいてお話聞いている中で、財音使い続けていいのとか言った時に、大隅さんが、これがもうこれ成長させるために使っているんだからと言われたのを覚えているんいや、ですけれどこれ、も、後藤さんが言ったんじゃないですか。後藤さんかそう、な？ その時は言ったんです。はい。もうそれそれ、はもうかなりギャンブルだけれども、森保監督はもうそこにかけましたよね。ね、まあ、なるほど。それは2024年1月のアジアカップでね、はい。まあ、ベスト8で止まったんですはい。けど、はい。大会でちょっと財務ミスもあったし、はい。その時に、やっぱり、森保監督の意図っていうのははっきり分かりましたよね。なるほどね。うん。それで、だから本当に優勝とかね、あり得るはい。としたらもう鈴木彩音が当たりまくって、うん昔ほら、アトランタでブラジルにオリンピックで勝ったじゃないですか。はいあの時はい。の川口義勝川口、さんとかね、はい。ああいう当たり方を5試合続けてくれたらね、あり得るかもしれない。5試合続けるわけですね。なるほど。ということで、日本が、さて、まず、グループリーグを突破しなければなりません。その話をちょっとこれから詳しく聞こうと。次回はということにしたいと思いますが、今回はイングランド戦はこのぐらいで終わって、次回グループリーグ突破の話をちょっと聞きたいと思いますんで、大隅さん、後藤さん、またよろしくお願いします。はい、よろしお願いします。くお願いします。はい、皆さんご覧いただきありがとうございました。次回のフォーラム8プレゼンツ玉木のスポーツジャーナリズムは、今週のテーマ、日本サッカーワールドカップ優勝への道を本気で検証するのエピソード2、グループリーグ突破の方法を探る、オランダ、チュニジア、スウェーデンとどう戦うべきかです。引き続き大隅さん、後藤さんとともにお送りします。それでは皆さん次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。